みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界の面白ニュースをお届けするのだ。今回ずんだもんがピックアップするのは、バルト三国の真珠、ラトビアなのだ。実はね、このラトビア、みんなが普段よく履いてるジーンズ、その生みの親の一人とも言われている人物がラトビア出身なのだ。意外だったのだ。今日はそんなラトビアに関するニュースを、なんと、3つご紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。9月1日からのラトビア入国規則変更、再確認という記事なのだ。これは、ラトビアに旅行したり、訪れる予定がある人にはとっても大事なお知らせだから、絶対に見逃さないでほしいのだ。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にラトビアの最新情報を見ていくのだ。バルト海に面する美しい国、ラトビアを紹介するのだ。北東ヨーロッパに位置し、首都は歴史的な魅力あふれるリガなのだ。かつてはソ連の一部だったけれど、1991年に独立を果たし、今は民主的な共和制国家として発展しているんだ。人口は約180万人と比較的少なく、豊かな自然が特徴なのだ。主要産業は林業や IT 関連、そして観光業も盛んなんだ。特にストリガの旧市街は世界遺産にも登録されていて、その美しい街並みが訪れる人々を魅了するのだ。文化的には、歌と踊りの祭典が有名で、国民のアイデンティティを形成する大切な要素なんだ。最近では、デジタル化の推進やスタートアップ企業の育成にも力を入れていて、新たなイノベーションの拠点としても注目されているのだ。自然と歴史、そして最先端が融合するラトビアは、一度訪れる価値のある魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。好ゲームもセルビアに敗れ、ラトビアに重圧という記事なのだ。ラトビア男子バスケチームが欧州選手権で優勝候補のセルビアに80対84で惜しくも負けちゃったのだ。リーガの会場は満員で、ファンのみんなが熱い声援を送ったおかげで、強豪セルビアも最後までヒヤヒヤだったみたいなのだ。これでグループ戦の成績は1勝3敗になっちゃったけど、まだ決勝トーナメント進出のチャンスは残っているのだ。9月1日のポルトガル戦と9月3日のチェコ戦で、絶対に勝たないといけないのだ。だって、開催地のリーガでラウンド16が行われるのに、ホスト国が進出できないなんて寂しいじゃないのだ。みんなで応援して、ぜひ勝ち上がってもらいたいのだ。大会の優勝チームは9月14日に決まるのだ。2つ目のニュースなのだ。MADARA 化粧品売上増を記録という記事なのだ。ずんだもんなのだ。ラトビアの人気コスメブランド MADARA コスメティクスが2025年上半期に売上高を 9% も伸ばしたのだ。売上高は1137.2 万ユーロに達し、ヨーロッパの美容業界平均を大きく上回る成長を見せたのだ。CEO のグンタ・シュルテさんによると、この期間は投資と開発に力を入れた時期だったのだ。e コマースでは Amazon や TikTok での展開を強化し、実店舗ではドイツの MLLER、フランスの NOCIB、スペインのドルニなど、多くの小売店での取り扱いが始まったのだ。さらに、新しい輸出地域への進出も準備している途中なのだ。純利益は28.196万ユーロだったけど、これは長期的な成長のための戦略的な投資を行った結果なのだ。今後は収益性の回復と、2桁の EBITDA マージン達成を目指していくそうなので、これからも MADARA コスメティクスの活躍に注目なのだ。3つ目のニュースなのだ。9月1日からのラトビア入国規則変更、再確認という記事なのだ。大事なお知らせなのだ。ラトビアへの入国ルールが2025年9月1日から大きく変わるのだ。特に第三国、
ウクライナ市民さんも含むのだの国民さんは注意してほしいのだ。これは国家安全保障を強化するためで、ラトビアのビザや居住許可を持っていない第三国国民さんは入国前にgov.lv という専用サイトで自身の情報や旅行目的を登録する義務があるのだ。ただし EU、NATO、OECD、EA 加盟国の市民さんやすでにラトビアのビザや居住許可を持っている人は登録しなくても大丈夫なのだ。外交官さんも免除されるのだ。登録は入国する少なくとも48時間前までにインターネットで行う必要があるのだ。ラトビアを通過するだけでも登録が必要だから忘れないでほしいのだ。登録する情報には旅行の目的や滞在場所、予定、連絡先、公職の経験などが含まれるのだ。もし登録しなかったり嘘の情報を提出したりすると責任を問われることがあるから正確に申告するのだ。2025年9月1日より前に入国してラトビアにいる人は改めて提出する必要はないのだ。みんな忘れずに確認してほしいのだ。自然と歴史、そして最先端が融合する魅力いっぱいのラトビアなのだ。バスケチームは熱い戦いを見せ、MADARA 化粧品も躍進中なのだ。9月からの入国ルール変更も要チェックなのだ。この素敵な国からこれからも目が離せないのだ。応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。